ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、ケンブリッジ大学の元教授が盗作疑惑を受けて、同大学の職を辞任してから1週間後の14日、ロンドンの自宅で死亡しているのが発見されたという痛ましい話題についてよ。現在、この事件は単なる盗作疑惑にとどまらず、メディアによる過剰なバッシングや黒人学者に対する人種差別的な攻撃の可能性など、イギリス社会の深い闇を浮き彫りにする大問題として、政界をも巻き込む激しい論争に発展しているの。今日は自閉症を乗り越えて最年少黒人教授となったアーデイ氏の壮絶な人生と彼を死に追いやった容赦ないメディアの魔女狩りの実態。そしてこの事件の裏に潜む黒人学者を狙った人種差別的な手口と社会の闇について徹底的に解説していくよ。ケンブリッジ大学って世界トップクラスの超名門大学やんね。そこの元教授が自宅で亡くなっとったってナンバしとっと。ニュースで教授が辞任したみたいな見出しはちらっと見とったけど、たった1週間で亡くなってしまうなんて普通や半ばい。盗作疑惑があったってことは、よっぽど世間からバッシングされとったんやろうけど、それにしても闇が深すぎる匂いがプンプンするばい。視聴者のみんなが心の中で思っとる疑問や鬱憤をうちが全部代弁してガンガン毒舌でツッコミ入れさせてもらうけん、しっかり教えてちょうだい。それじゃあ、事件の概要から順番に詳しく見ていくよ。亡くなったのはジェイソン・アーデイ氏、41歳だよ。彼は2023年に教育社会学の教授として採用された際、なんとケンブリッジ大学の歴史上最年少の黒人教授となった非常に優秀な人物だったの。41歳でケンブリッジの教授？しかも最年少の黒人教授ってものすごいエリート中のエリートやん。未来がキラキラ輝いとるはずの人やのに、なんで亡くなってしまったと？警察はどう発表しとると？ロンドン警視庁の発表によるとね、14日に建物内で意識不明の男性が発見されたとの通報を受けて出動して、現場でその男性の死亡を確認したと発表しているの。警察の発表では、アーデイ氏の名前は伏せられて明らかにされていないんだけれど、当局はこの死亡について予期せぬ出来事ではあるが、不審な点はないと見られるとしているんだよ。不審な点はないってことは、事件性はないってことたいね。つまり、自分で命を絶ってしまった可能性が高いってことやん。41歳の若さでそこまで追い詰められるなんて、一体何があったんか、本当に気になってくるばい。この知らせを受けて、ケンブリッジ大学のデボラ・プレンティス副学長は、14日にこの悲劇的な知らせを聞き、私たちは深い悲しみに暮れています。この非常に辛い時期に、ジェイソン・アーデイ氏のご家族とご友人に心からお悔やみ申し上げますと、声明を出して哀悼の意を表しているの。大学側もお悔やみを出しとるんやね。でも、盗作疑惑で辞めたばっかりの人に対するコメントとしては、なんだか事務的で冷たい気もするばい。そもそも、そのアーデイさんってどんな人やったと？彼の人生は本当に壮絶で奇跡のようなものだったんだよ。実は、アーデイ氏は神経発達障害を抱えていることで知られていたの。彼は幼い頃に自閉症と診断されて、なんと11歳になるまで全く話すことができなかったとご自身で語っていたんだよ。11歳まで話せんかった？それって相当重い障害やないの？そこからどうやってケンブリッジの教授にまで上り詰めたと？普通やったら考えられんサクセスストーリーばい。映画の主人公みたいな人生やんか。本当にその通りだよ。彼は言葉の壁や発達の遅れという巨大な障害を乗り越えて人種、不平等、そして教育に関する学者として学術界で自分自身の力で独自の道を切り開いていったの。並大抵の努力じゃ絶対に無理なことだよ。障害を乗り越えて、しかも黒人というマイノリティの立場で超名門大学の教授にまでなったんやね。そんなものすごい努力家の人が盗作なんかするんやろか？なんで急にそんな疑惑が持ち上がったと？ことの始まりは最近になってからのことなの。アーデイ氏は自身の学術論文における盗作疑惑やこれまでの業績に関する疑問が持ち上がったことを受けて、今年の8月5日にケンブリッジ大学の職を辞任したんだよ。8月5日に辞任ってことは亡くなる本当に直前帯。誰がそんな疑惑を言い出したんと？疑惑の火付け役となったのは先月声を上げたネイサン・コフナス氏という人物なの。彼はケンブリッジ大学の元哲学研究者なんだけど、過去に大学の多様性、公平性、包摂性に関するプログラムを激しく批判した後に、同大学を去ったという経歴を持つ人物なんだよ。そのコフナス氏がアーデイ氏の資格について公に疑問を呈したことが全ての発端となったの。ちょっと待って、
多様性とか公平性を批判して大学を辞めた元研究者が告発したと。それって黒人で自閉症っていうまさに多様性の象徴みたいなアーデイさんのことが個人的に気に入らんかっただけやないの。ただの支援やん。そんなやっかみみたいな告発で天才学者が潰されたんか。葵のその指摘、事件の本質をついているかもしれないよ。コフナス氏の告発をきっかけにして、その後、イギリスの有名紙であるロンドンタイムズ紙が動き出したの。彼らは、アーデイ氏の2015年の博士論文を詳細に分析して、別の研究者が以前に書いた論文と同一、またはほぼ同一である箇所があると指摘したんだよ。ロンドンタイムズ紙が噛みついてきたんや。大手のメディアがそんな風に報じたら、世間は一気にアーデイは悪者だって信じ込んでしまうばい。でも、ちょっと似とる箇所があったくらいで、そこまで大騒ぎすることなん？論文なんて過去の研究を参考にすることもあるやろ。それ以来、数週間にわたって、イギリスのメディアは、アーデイ氏の作品について、徹底的かつ長期にわたる調査を行ったの。しかも、学術的な論文だけにとどまらず、彼の幼少期や私生活に関する過去の主張についてまで、重箱の隅をつつくように検証し始めたんだよ。はぁ？論文の話をしとるのに、なんで、幼少期とか私生活まで現れないかんと？それ完全に、ただの荒探しやん。こいつは嘘つきに違いないって決めつけて、過去のすべてを否定しようとする、陰湿ないじめ以外の何者でもなかばい。メディアのリンチやね。本当に容赦ないメディアの追及だったみたいだよ。この過熱する報道に対して、アーデイ氏の家族は、声明の中で、彼は穏やかな人柄で、常に誰の中にも良い面を見ようとしていたと、彼の本来の姿を伝えたの。そして、彼を貶めるために、あらゆる手段を講じる批判者たちを強く非難しているんだよ。家族からしたらたまらんばい。自分たちの愛する人が顔も知らん批判者やメディアから寄ってたかって石を投げられとるんやから。アーデイさん本人は亡くなる前どんな様子やったんと？誰か相談に乗ってくれる人はおらんかったん？ケンブリッジ大学の自閉症研究センター所長であるサイモン・バロン・コーエン教授という人がいるんだけど、彼は BBC の取材に対してアーデイ氏が亡くなる数時間前に彼と連絡を取っていたと語っているんだよ。亡くなる数時間前？じゃあ、アーデイさんの最後の苦しみを一番よく知っとる人やん。なんて言いよったと？サイモン・バロン・コーエン教授によると、アーデイ氏は容赦ない詮索、嘲笑、そして人生のあらゆる細部に至るまでの信用失墜といった目に遭っていたと非常に苦しんでいたそうなの。そして、さらに、キャリアの喪失、名声の失墜に耐えきれず、もうこれ以上続けられないと感じていたと付け加えているんだよ。もうこれ以上続けられない。胸が痛くなるばい。11歳まで言葉が話せんかった少年が血の滲むような努力でケンブリッジの教授にまでなったのに、その努力の結晶をメディアや批判者たちがゲラゲラ笑いながら面白半分に壊していったんやね。殺人事件として立件されんかもしれんけど、これは間違いなく言葉による集団リンチ殺人ばい。絶対に許せん。葵が怒る気持ち、本当によくわかるよ。そしてね、アーデイ氏をここまで絶望させたのには、単なる盗作疑惑だけではない、もっと恐ろしい、イギリス社会や学術界に潜む闇があったとされているの。ここで、この事件の裏に隠された、アーデイ氏が恐れていた、ある組織的な手口という確信に触れていくんだけど、でもその前に、ここで、みんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。うちからも、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ、続きを話していくよ。サイモン・バロン・コーエン教授の証言によるとね、アーデイ氏は、亡くなる前、ある恐ろしい確信を持っていたというの。アーデイ氏は、大学で、黒人学者の信用を失墜させるための人種差別的な手口があり、彼らは、盗作の告発を利用して、黒人学者を失脚させようとしていると、固く信じていたそうなのよ。黒人学者を失脚させるための人種差別的な手口？つまり、盗作っていうのはただの口実で、本当の目的は多様性枠で入ってきた優秀な黒人を大学から追い出すことやったってこと？まさにそういうことなの。アーデイ氏は、その根拠として過去の有名な事例に言及していたんだよ。盗作疑惑と反ユダヤ主義に関する発言への批判に直面して、2年前に辞任に追い込まれた、ハーバード大学の元学長である、クロー・ディン・ゲイ氏の事件を引き合いに出していたと、サイモン・バロン・コーエン教授は付け加えているの。ああ、あのハーバードの学長さんのニュース、見たことあるばい。
あの人も黒人の女性で、すごい優秀やったのに、ネットの保守派の人たちから、過去の論文の細かい引用漏れとかを徹底的に荒探しされて、大炎上して辞めさせられたんよね。あの時も、黒人を追い出すための魔女狩りだ、って言われとったばい。その通りだよ。アーデイ氏は、自分が受けている執拗なバッシングも、クロー・ディン・ゲイ氏が受けたものと、全く同じ、人種差別的な目的を持った手口だと感じていたんだよ。多様性を批判して辞めた元研究者が告発の火蓋を切り、メディアがそれに乗っかって過去の全てを否定する。この組織的とも言える残酷なやり方に彼は絶望してしまったの。完全にやり口が同じやん。黒人がトップの地位におるのが気に入らんっていう差別主義者たちが正義の面をかぶって盗作だって騒ぎ立てとるだけたい。こんな卑劣なやり方が世界最高峰の学問の場で横行しとるなんてイギリスの闇はどんだけ深いんと。政治家とかはこれに対してなんか言いよると？この悲劇的な死を受けてイギリスの政界からも強い反応が出ているよ。英国のアンディ・バーナム首相は15日にこの死はあらゆる面で悲劇だと深い遺憾の意を表明したの。そして請求な判断を下すべき時ではない。今は熟考すべき時だと言えるだろうと付け加えているんだよ。首相が直接コメントを出すくらい国を揺るがす大問題になっとるんやね。請求な判断を下すべきではない。で、メディアが面白半分で騒ぎ立てたことを遠回しに批判しとるように聞こえる場合。他の政治家たちはメディアによるアーデイ氏の扱いについてもっと声高に直接的な疑問を呈しているのよ。例えば、ロンドン市長のサディク・カーン氏は X でアーデイ氏は容認できないほどの公然たる嫌がらせと中傷キャンペーンに直面していたと激しく批判したの。そして彼の立場にある他の人々が決して直面しないような悪質な公衆の面前での恥辱の犠牲者となったと述べているんだよ。ロンドン市長、よく言った場合。他の人々が決して直面しないようなってことは、白人の学者ならこんなに重箱の隅をつつくようなバッシングはされんかったはずだってはっきり指摘しとるんやね。完全にメディアが人種差別に加担した中傷キャンペーンやったってことたい。メディアを監視する人たちはおらんのと。もちろんいるよ。メディア規制を支持するキャンペーン団体であるハックドオフという組織がこの死亡事件を受けて英国報道機関の文化と行動に関する調査を公式に求めたの。彼らは今回メディアが行った調査は学術基準に関する限定的な公共の利益の考慮をはるかに超えていると述べてメディアの暴走を厳しく批判しているんだよ。そりゃ相対。論文の引用が適切かどうかっていう学術的な問題とその人の幼少期の自閉症の話が本当かどうかをほじくり返すのとは全く別次元の話ばい。ただのゴシップ目的で一人の人間をリンチにして殺したんやからメディアは絶対に責任取らないかんよ。ところでアーデイさんが所属しとったケンブリッジ大学は彼を守ってくれんかったと？そこがまた悲しいところなの。ケンブリッジ大学は疑惑が出た当初はアーデイ氏を擁護する姿勢を見せていたのよ。でも批判の声が大きくなるにつれて態度を変えてしまって8月5日にアーデイ教授の資格と名誉職に関する新たな情報を受けてということで正式な調査を開始してしまったんだよ。うわぁ。大学も最終的には世間のバッシングに屈してはしごを外してしまったんやね。一番信じとったはずの職場からお前を調査するって言われたらそりゃあ心も折れるばい。プレンティス副学長はアーデイ氏が亡くなる前の6日に声明を出していて調査の最新情報を発表していたの。大学は2022年の教育学部によるアーデイ氏の任命の経緯とケンブリッジ大学在籍時の状況を全面的に調査すると述べていたのよ。さらに彼女は大学評議会の副議長と監査委員会に対してアーデイ氏に対する調査と並行して行われる大学のすべてのプロセスに関する独立したレビューの条件を定めるよう要請したとまで述べていたんだよ。任命の経緯まで調査するってことはなんでこんな奴を採用したんだっていうところまで遡って責任追及するつもりやったんやね。完全に彼をトカゲの尻尾切りにして大学の保身に走っとるやん。そりゃあ辞任するしかなかったんやろうけど、アーデイさんは辞める時に何か言い残しとらんかったと？先週発表された辞任声明の中で、アーデイ氏は非常に苦しい胸の内を明かしているの。彼は自身の在任期間を振り返って、生徒たちを教えることができたのは人生最大の特権だったと述べる一方で、就任以来、容赦ない世間の監視と個人攻撃にさらされてきたと、その苦痛を認めているんだよ。生徒たちを教えるのが特権だったって本当に教育者として純粋な情熱を持っとった人なんやね。それなのに彼は声明でこう続けているの。
批判は学術生活において避けられないものですが、私が経験したことは学術的な意見の相違をはるかに超えています。必要な非難、憶測、そして世間の論評は私自身と私の愛する人々にとって深刻な負担となっています。でね。学術的な意見の相違を超えとる。まさにその通りバイ。学問の議論じゃなくて、ただの人格否定と魔女狩りやもん。そして、アーデイ氏は辞任発表の中で個人的な負担が大きすぎるというところまで来てしまったと吐露したの。私自身の健康、家族、そしてこの困難な時期を通して私を支えてくれた人々のためにこの章を終わらせる唯一の方法は身を引くことだと結論付けましたと述べて大学を去る決断をしたんだよ。身を引くことが唯一の方法。どれだけ無念やったか。家族や支えてくれる人を守るために自分が消えるしかなかったんやね。悔しくてたまらんばい。この悲劇的な結末を迎える直前、実は彼の人生のすべてが詰まった本が出版されていたの。アーデイ氏の回顧録である偉大で不幸なことという本がまさに今週初めに米国で発売されたばかりだったんだよ。本が出たばっかりやったん？どんな内容なんと？その回顧録には彼が3歳で自閉症と発達遅延と診断されてから11歳でようやく言葉を話し始め、そして18歳になって初めて読み書きができるようになったまでの彼の壮絶な幼少期が赤裸々に綴られているのよ。18歳で読み書き？そこから猛勉強して教授になったってこと？もう、すごすぎるっていう言葉しか出んばい。出版社であるサイモン&シュスターはこの本の紹介文でこのように述べているの。苦闘を美化することなく、これは一見乗り越えられないような困難に立ち向かう決意の物語であり、また彼に可能性を見出す手助けをしてくれた家族と少数の信者たちの思いやりの物語でもある、とね。困難に立ち向かう決意と思いやりの物語。そんな素晴らしい物語を紡いできた人が、一部の差別主義者と無責任なメディアのせいで、自ら命を絶たなきゃいかんかったなんて、理不尽すぎてやりきれんばい。この、あまりにも悲惨な事件について、ネットのユーザーたちは、どんな反応を示しとると？ネット上でも、この事件に対して、悲しみと激しい怒りの声が殺到していて、いくつか紹介するとね、18歳で読み書きを覚えた人が、ケンブリッジの教授になるなんて、どれほどの努力があったか、想像もつかない。メディアは彼を殺したんだ。クローディン・ゲイの時と全く同じ手口だ。多様性を憎むレイシストたちが、些細なミスを心象膨大に騒ぎ立てて黒人を追い出している。大学が彼を守らずに調査委員会を立ち上げたことが、彼の最後の希望を奪ったんだと思う。ケンブリッジの対応は冷酷すぎる。彼の回顧録は絶対に読む。メディアの悪意によって彼の素晴らしい人生の軌跡が消されることだけは防がなければならないというように、アーデイ氏の努力を称える声とメディアや大学、そして背後にある人種差別への強烈な怒りが渦巻いているんだよ。視聴者はちゃんと真実を見抜いとるばい。些細なミスを心象膨大に騒ぎ立てて黒人を追い出す。まさにそれたい。完璧な人間なんておらんのに、マイノリティが少しでも隙を見せたら、ハイエナみたいに群がって食い殺す。そんな社会の仕組みそのものを変えていかないかんよ。アーデイさんが命を懸けて残したメッセージを、うちらは絶対に忘れちゃいかんばい。本当にその通りだね。ジェイソン・アーデイ氏が自閉症という障害を乗り越えて見せてくれた人間の可能性と教育への情熱は、一部の悪意ある批判やメディアの戦場的な報道によって決して色あせるものではないはずだよ。この事件がきっかけとなって、イギリス社会、そして世界中の学術界やメディアのあり方が厳しく見直されることを心から願うばかりだね。アーデイさんのご冥福を心から祈っとるばい。そして彼をここまで追い詰めた連中が絶対に逃げ切れんように世間の厳しい目でずっと監視し続けなきゃいかんね。ということで、今日はケンブリッジ大学の最年少黒人教授、ジェイソン・アーデイ氏の不可解な死と容赦ないメディアの魔女狩りの実態という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。